ガソリンプシャー。これぞキャブ車って感じ。メインジェット、エアージェット、アイドルジェット、そしてさらにこんなに追加で買いました。車1台セッティングするのにこんなに必要だなんて思いもしなかった。おはようございます。俊也です。今日のスーパーセブン名車再生はそうキャブレターです。前回ドハマりしたからね。今回こそはちゃんとセッティング取って気持ちよく走れるようにしたいと思います。ということで前回の動画はこのアウターベンチュリー、キャブレターの中に入ってるこの筒みたいな部品、これが原因でエンジンの調子が悪かったです。リスナーさんに教えてもらいました。ここの刻印が32番なんだけど内径は 33.5 ミリに旋盤で加工されている。これが原因でね、バックファイヤーがパンパンになる不調の原因でした。そしてこの車の今の状況はというと、キャブレターの中に入っているアウターベンチュリー、あれを30番の街乗り仕様、要は軽のちっちゃいやつに交換してテスト走行してみたら低回転良くなったけど高回転燃料がちょっと濃すぎてちゃんと走らなくなったんで、新しいジェットを買って次挑戦しますっていうところで前回は終わりました。なので今回はこの新しく買ったジェットを試してエンジンのセッティングを取っていきたいと思います。名車再生スーパーセブン、チャンネル登録よろしくね。ジェット類注文するのにね、このメインジェットを確認したらまたこれもねすごいことになってたんですよ。アウターベンチュリーがね加工されてたぐらいだから、実はこれも加工されてました。このカメラだとピントが合いにくいからスマホカメラの映像に切り替えます。画面をよーく見てもらうとジェットに120っていう番号が見えると思います。これが燃料の濃さを決めるジェットの番手です。真ん中に開いてるガソリンの穴の太さを示しています。それの横に手加工で140って別の番号が打ってあったんですよね。穴をよーく見てみるとなんかちょっと純正のやつと違う形状をしています。左側は新品で買った140のメインジェット、右側は手加工されてる140番であろうジェット。上から見比べるとなんかちょっと穴のサイズが違うというか、面取りの角度が違うというか変な感じしますよね。ちなみにエアージェットも元々の番手とは別に新しく刻印打って穴を開け直してる感じで、左側は190番のエアージェット、右が200かな、刻印が薄れてて見にくいんですけど加工されてるやつ、もうこっちはあからさまに穴の形状が違います。おそらく 33mm のアウターベンチュリーに合わせるためにジェット類を加工したんだと思います。今回アウターベンチュリーを 30mm に戻したからそれに合わせてジェット類も変える予定だったんで、特にこれが問題になることはないんですけども、ちょっとびっくりしてしまいました。いろいろ調べたんですけど、このメインジェットとエアージェット、これの元々の番手、メインが120、エアージェット185、これがねどうやら標準の番手みたいです。個体差あるみたいなんですけど、だいたい 1600cc のケータハムみんなこのぐらいのサイズでセッティング取ってるっぽい記事がいろいろ見つかったので、この元の番手を基準に調整していきたいと思います。メインジェットは125番でいきます。ノーマルは120なんですけど、ちょっと安牌取って濃いめからスタートってことで125番。そしてエアージェットもメインが上がった分だけ気持ち大きめに200番からいこうかな。200番のエアージェットにメインが125、エマルジョンチューブは F16 ついてたやつそのまま使います。これでセット。アイドルジェットは前回交換したままの50の F8 でそのまま戻してあります。なのでセッティングとかは特に取らずこのまま試運転に向かいました。
走りに行っては帰ってジェットの番手を交換してまた走りに行ってみたいな、そんな作業を数回繰り返してちょうど良さそうなところを探しました。最終的にメインジェットは125番、エアージェットが190番、アイドルジェットは50の F8 でなんとなく良さげな感じに収まりました。はい、ということでセッティング終わりました。やっとまともに走れるようになった。まだちょっと低回転でたまにねバックファイヤーしたりするんですけど、でも全然元々のこの削られてたアウターベンチュルより全然いい。ようやく下から上まで普通に回るエンジンになった。多分ね、今発生してるバックファイヤーは多分エアクリーナーが原因なんで、これ後で交換します。今のプラグの焼け具合はこんな感じです。だいぶ綺麗にね焼けてくるようになりました。まだちょっとアイドル側が濃そうな感じもあるけど、バックファイヤーもしてるからね、それはなんともこっからの微調整でもう少し良くなるかなーって気もしないでもないような、そんな感じ。前回最後の方に見たプラグの焼けに比べれば全然良くなりましたよね。最初ここもう真っ黒でくすぶったような感じになってましたからね。それよりは全然状態良さそう。で、走ってる最中にちょっとね調子悪い時があって、このイグニッションコイルだけ元のついてたやつに交換しました。これこの間買ったルーカスのイグニッションコイル、元々ついてたやつに戻しました。普通にね低回転で普通に街乗りしてる分には全然問題なく走れてたんですけど、アクセル全開、そして高回転までエンジンぶん回すっていう時に、高回転でね片肺になっちゃいまして、そうマニュアルトラックした音みたいにこうババ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 バーンみたいな感じで、もう完全にね失火してエンジンがやばそうな感じになっちゃって、で原因いろいろと調べて、結果ここのイグニッションコイルだろうってことで交換したら治ったんで、とりあえずこっちに戻しました。これノーマルのコイル、純正コイルとして買ったんですけど、なんかねこれポイント点火式用のノーマルコイルだから、フルトラにはね合わないみたいで、いろいろ調べて一次抵抗と二次抵抗と測ってみたらね、やっぱついてたやつ違ったんですよね。おそらく、抵抗値が変わったことによって多分ねうまく火花が飛ばせてなかったんだと思います。これ二次抵抗が10キロオームで一次抵抗が3オーム、そして今ついているというかもともとついていたこっちのイグニッションコイルは一次抵抗が14キロオーム、二次抵抗が 2.5 オーム。イグニッションコイル説明するとすっげえ話長くなるし、僕もいまいちよく理解しないんですけど、簡単に言えばもともとついてたやつに比べてこの新しく買ったルーカスのコイル、火花が弱くて高回転の方で失火してたって感じです。そしたらこれからセッティングをねどんどん煮詰めていって、この車に合ったジェットとか選んでちゃんと走れるようにねもう細かく調整やっていくんですけど、その前にいろいろとまた交換しなきゃいけない部品があるので、そっち交換してからやっていきます。そうじゃないとせっかくセッティング取ってもまたいじり直さなきゃいけなくなっちゃうんで、まずはエアクリーナー、これ交換していきます。今の現状こんな感じ。前回掃除してきれいにオイル塗ってやったけどバックファイヤーしてるから真っ黒にすすけちゃって、これね黒くなっていくのね、こうバックファイヤーでこっちから排ガスがこう出てきちゃうから、それで黒くすすけちゃいます。ということで新しいフィルター買いましためっちゃ綺麗でしょこの綺麗さ。これオイル含ませて赤いんですけど、こっち古いやつ、こっち新しいやつ、全然違うよね。もともとのフィルターはこんな感じでバックファイヤーでねフィルター焼けちゃって、ところどころフィルターが穴開いちゃってます。こんな感じだったんで、ゴミも吸っちゃうしね、空気も吸いすぎな感じになっちゃって燃焼取れなくなっちゃうから、この新しいフィルターに変えます。こっちはほらフィルター穴開いてなくて目の詰まり方が均一ですよね。全然見た目が違う。フィルターが詰まってくれば空気が吸えなくなって燃焼が来るっていうことはねよくあるみたいなんですけど、うちの場合それの逆で、
バックファイヤーを起こしてたからフィルターに穴開いちゃって、そして燃焼が狂って燃料薄め、空気吸いすぎちゃってバックファイヤーみたいな悪循環に陥ってたような気がするんで、このフィルターも新しいのにして、もうちょっと空気が吸えないような風にしておきます。結局新しいのに変えても根本的にバックファイヤーが治ってないとまたフィルターすぐ穴開いちゃうから、このフィルターはね、ちゃんとエンジンのセッティングが取れたぐらいに変えたかったんですよね。よし、お、いいね。ガタつきもなくしっかりと収まった。これでフィルターの穴開きがなくなったから、また燃焼ね、少し濃いめの方に、燃料濃いめの方に変わったと思うんで、アイドルジェットの番手が低くてもバックファイヤーとかせずにエンジンの回転数が安定するようになったと思います。続いてマフラーももう一回作業やっていきます。車検取る前にね、マフラー分解して中のグラスウールの詰め直しとかやったんですけど、車検取った直後は静かですごくいい音だった。ただエンジンのセッティングが取れてなくてね、マフラーの方でパンパンアフターファイヤー、要はマフラーから火吹いてたから、結局マフラーのこの中のグラスウールまた焼けちゃったみたいで、最近ね、めっちゃ音でかいんですよ。この車買ってきた時ほどうるさくはないんだけど、一番最初の状態が10、グラスウール詰め直して車検取ったタイミングが1としましょうか。そうするともう今の段階でね、6とか7ぐらいになってる気がするんですよね。だからもう一回マフラーのグラスウール詰め直しをやりたいと思います。全然今のままでも車検は通るレベルの音量だし、人によってマフラーの音量好き嫌い好みがあると思うんですけど、僕の場合はこの車はそんなにうるさくなくていいかな、スーパーセブンはもうちょっとジェントルに乗りたいっていうのもね、マフラーの音よりキャブレターの吸気音、あっちがねすごいインパクトがあるから、キャブの吸気音をしっかり聞くためにマフラーの音量をちょっと抑えたいんですよね。キャブレターむき出しじゃないですか。音がねもう直なんですよ。もうめちゃくちゃいい音するから、せっかくだったらその音楽しまない手ないよなと思って、その音を楽しむためにはマフラーをやっぱり静かにしておかないと。マフラーのグラスウール詰め替えやっていきます。前やったから見てた人分かると思うんですけど、ここのマフラーのこの外側の筒、ここリベットで止まってるので、こっち側のリベットと反対側のリベットとドリルで揉んで分離していきます。果たして中のグラスウールはどうなってるでしょうか。オープン。よいしょ。あれ、そんなに減ってない？全然ウール減ってなかったです。予想だと3分の1ぐらいはこうなくなって痩せてるのかなとか、吹き飛んでなくなってるかなとか思ったんですけど、至ってなんか普通、元の詰め込んだ状態がちょっとすすけたなぐらい。おかしいな。じゃあせっかく外したからもう一周だけウール巻いておこっか。もうちょっと音量下げたいんですよね。マフラー復旧完了。走行距離400キロぐらいだけど結構いい感じにステンレス焼けてきましたね。
ここのテールエンドは一回磨き入れたから、最初はねピカピカなステンレスカラーだったけど、今こんな感じのきつね色です。で太鼓の方もいい感じに焼けてきた。マフラー外して分かったんですけど、ここねシーリングっていうか、この耐熱のガスケット塗って組んでたんですけど、塗りが甘かったかもしれない。外す時ここスカスカでした。だからもしかしたらマフラー側のアフターファイヤーの原因はここだったかもしれない。こっから二次エアー吸っちゃって、マフラーの方でパンパン燃焼してた可能性があります。グラスウールは全然減ってなかったけど、今回マフラー外して正解でしたね。そして次遮熱板もつけるんですけど、この遮熱板ね、ここの取り付け部分が割れてて、走ってるとねビビリ音がすごいので、ここを直していきたいと思います。見える？割れてるの。溶接が割れちゃってる。とりあえずちょっと汚れすごいから、一回足付けというか汚れ落としやっていきたいと思います。綺麗になりました。そして3度粗めのやつ使ったから足付けとかも必要なくて、あとはこのまま脱脂したら接着剤塗っていくような感じです。結構ねガサガサで、もうペーパーとかで足付けする必要はないです。接着剤はいつも通り JB ウェルド使っていきます。金属用の超強力接着剤。固まったらネジ切ることもできるっていうぐらいめちゃくちゃ硬いやつ。ケータハムのトランクくっつけるのにもこれ使ったけど、未だに剥がれてこないです。ほんとね、アルミ溶接に匹敵するぐらい硬いです、これ。そう、アルミ溶接、溶接機持ってないんですよ、僕。アルミ溶接できないから、代わりにこれを使ってくっつけていきます。こんな感じで盛りました。そしたらあとは乾くまで1日待ちたいと思います。マフラーの音量変化なかったです。変わらない。で、キャブレターの音をちょっと聞いてほしくて、今までしっかりとキャブの音取らなかったじゃないですか。素晴らしいほどにガソリンダダ漏れじゃない、素晴らしいほどにガソリン垂れ流し、ガソリンプシャーって感じでしたね。これぞキャブ車って感じ。それじゃあ試運転行ってきます。いつも山道走ってる映像じゃ楽しくないんで、今回は高速道路で試運転。合法的にアクセル踏んでいける加速区間、ここでしっかりとアクセル踏んでテストしてみたいと思います。
看板過ぎてこっから踏む。はい、ここで80キロ到達で本線合流です。この時でハーフスロットルぐらいだったと思います。まだエンジン分解してから距離数そんな経ってないので、あまり負担かけないように様子見な感じで走ってます。そして、先に結果を申し上げると、エアクリーナー新品に交換したらかなりバックファイヤーが抑えられました。たまーに、ほんとたまーにね、パンってなるときはあるんですけど、多分アイドルスクリューとかちょっといじったりとかすれば収まるぐらいな感じなんで、あとは様子見ながら微調整で走ればいいかなっていう感じはします。あとね、高速、トンネル走ってて思ったんですけど、びっくりするぐらい臭いですね。扉とか何もないじゃないですか。トンネルの中の空気そのまま吸うような感じになっちゃうんで、あまり体に良さそうな感じはしなかったです。そして、ドライブから帰ってきたら、見事なまでに雨が降るという、ちょっと残念な感じになってしまいました。あと30分早く帰ってこれれば雨降らなかったのにな。最悪。この間綺麗に磨いたのに。まあでも、もう一回磨きを入れればいいか。磨けば治るしね。っていうか、磨きを入れる口実ができるしね。次はもっとピカピカに磨いてあげればいいだけの話。それじゃあ次、エンジンオイル交換していきます。エンジン組み立て終わってまだ500キロぐらいしか走ってないんですけど、ちょっと早いけど、オイル交換やっちゃいます。で、エンジンのセッティングが取れてなかったから、結構エンジンに負担かけてたと思うんで、早めにオイル変えて、ちょっと様子見。抜いたオイルの状態はじゃじゃーん。組み立てペーストが結構キラキラしてる。でも金属片とかはなく、状態は悪くはいやどうだろう。エンジンオイルちょっと水っぽいかな。ガソリン垂れ流し状態だったからかな。結構固めのオイル入れたはずなのに結構シャバシャバになってる。早めに交換して正解だったかもしれない。ほら結構水っぽい。もともとね 10W40 を入れたので結構硬いオイルのはずなんですけど、ガソリンで希釈されたかな。ちなみに今回入れるオイル、これ前回入れたのと同じね、鉱物油の 10W40 なんですけど、こっちはねほら結構硬さがある。オイルの硬さがある。やっぱり入ってたのとちょっと硬さが違いますね。やっぱり入ってたやつ少し水っぽくなってるんだね。ドレンボルトマグネット付きのやつに交換してたんですけど、こっちは鉄粉とかもそんなについてないです。状態は悪くないっぽいです。早めにオイル交換して正解だったね。多分ガソリンジャバジャバ流して走ってたようなもんだから、最初セッティング取れてなくて、よかったよかった。匂いは匂いはね、なんかブローバイのようなガソリンっぽいような、そんな変な匂いがします。オイルフィルターは今までついてたのと同じやつの新品買いました。トヨタ用のオイルフィルターですね。これつけていきます。よし、OK だね。はい、ということで、やっと無事まともに走れるようになりました。結局ジェットのセッティングとして、今の現状は
メインジェットが125、そしてエアージェットが190、エマルジョンチューブは F16、アイドリングジェットが50の F8、ポンプジェットが35。とりあえずもともとひどかったバックファイヤー、あれも収まったしね。結局アウターベンチュリーを標準に戻して、穴が開いてスカスカだったエアクリーナーもちゃんと綺麗な新品、これに交換して、マフラーは音量結局変わらなかったですけど、これが標準なんだろうね。エンジンの燃焼具合が良くなったから多少音がでかくなったんでしょう。とりあえず、今この現状でクシュクシュパンパン、結構おかしな状態だったエンジンの異音は発生しなくなったので、しばらくこれで様子を見たいと思います。季節とか、あと標高とか、そういうので結構ね、燃料の濃さ変わってくるみたいなんで、夏場は燃料薄くなるし、冬場は燃料濃くなるしとか、あと標高が上がると空気が薄くなる分だけ燃料濃くなるしとか、そういうのがあるので、自分が走るステージに合わせてちょうどいいところを探したいと思います。いやーでもね、今回この車、いろいろセッティングいじくり回して分かった。気持ちよく走れる。普通に走れるって大事ね。ほんとそう思う。加速しようと思った時にパンパンパーンとかね、もうアクセルペダルの踏み加減にエンジンがついてこないとかね、もうなんかくすぶった感じがするとかね、ほんとね、ダメ。走ってて気持ちよくない。普通に走れるのが本当に気持ちいい。本当ね、パワーとか加速とかそういうのなくね、普通に走れるのが一番大事だと思う。今回この車をいじってそう感じました。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バイ。